ザビ家とその血統が宇宙世紀に残した足跡、年表一覧、UC0058 サイド3が地球連邦政府からの独立を宣言し、ジオンズム大君を主犯とする共和国政府が樹立される。ザビ家はまだ前面には出ていないが、この時点でデギンはすでに中枢にいた。UC0059 連邦政府がジオン共和国に経済制裁を実行。ザビ家が反連邦感情を煽る土壌がさらに強まる。UC0068 ジオンズム大君死去。デギン・ソドザビが次期首相に就任。サスロは世論操作、ギレンは政治工作、キシリアは保安、ドズルは軍事面でそれぞれ存在感を増し、ザビ家が国家を実質掌握していく。大君、壮烈爆破テロでサスロは死亡するが、その事件すらラルカ排除と反連邦宣伝に利用された。UC0069 ジオン共和国が公国制へ移行。理想が生んだ共和国はザビ家の王朝国家へ変質する。UC0073 ジオン公国がモビルスーツ1号機を完成。ザビ家は戦争を構想するだけでなく、技術と軍備の面でも準備を進めていた。UC0077 士官学校事件暁の放棄。ガルマが表の英雄となり、シャアがその裏で動き、ドズルは校長として事件に関わる。この流れの中でゼナミアとドズルの接点が生まれる。UC0079 年1月3日ジオン公国が独立宣言と同時に宣戦布告。1月13日にはドズル機下の宇宙攻撃軍がサイド5へ進行。1月15日にルーム戦役。1月31日に南極条約締結。ザビ家の国家体制は開戦初期に最も高い完成度を見せる。UC0079 年9月2日ミネバラオザビ誕生。9月18日にはサイド7で史上初のモビルスーツ同士の戦闘が起きる。ザビ家の血統とザビ家の戦争が同じ年に加速していく。UC0079 年10月キシリアが地球へ降下し、各地で戦局が動く一方、ガルマは地球方面軍司令として前線に立つ。だがガルマはシャアの謀殺によって戦死し、ザビ家の人気の顔が失われる。UC0079 年12月24日ソロモン攻略戦。19時30分にドズルがビグザムで出撃。20時40分にソロモン放棄を決断し、21時15分に戦死。ゼナとミネバは脱出し、後にアクシズへ流れ着き、血統が守られる。12月30日、ギレンがソーラレイを発射。この一撃で、デギン、ゴーオーやデビル将軍もろとも敵艦隊の大多数を消滅させたとされる。12月31日、アバオは空戦の最中にキシリアがギレンを射殺し、その後、キシリア自身もシャアに殺される。ここでザビ家本流は事実上壊滅する。UC0083デラーズ紛争の後、12月4日にティターンズ結成。ザビ家そのものは滅んでいても、ジオン残党と反連邦感情の連鎖は続いていく。ミネバという血統は、この時代にはすでに正当性の核として潜在的意味を持っている。UC0086 から0087。アクシズが地球圏へ向け発進し、UC0087 にはミネバがアクシズの名目上の君主として地球圏へ帰還する流れへつながる。グリプス戦役の混乱の中でザビ家の血統は軍事ではなく政治記号として再浮上する。UC0088 から0089。2月29日、アクシズはジオン再興を宣言してネオジオンを標榜。8月にはハマーイン率いるネオジオンが地球侵攻を開始し、第一次ネオジオン構想へ突入する。ミネバはザビ家の正統後継者として祭り上げられ、戦争終結後には本物がすでに連れ去られ、替え玉が立てられていたことも明らかになる。UC0096 ミネバはオードリー・バーンを名乗り、ラクラスの箱をめぐる騒乱を止めようと動く。彼女は箱の譲渡に伴う戦争を止めるために奔走するラプラス事変を終結に導いたのがミネバによるラプラス宣言だとされている。ザビ家の最後の生き残りはようやく利用される旗ではなく、自ら語る政治主体へ変わった。序章、宇宙世紀を語る上で、ザビ家は単なる悪役一族ではない。彼らは地球連邦への不満とスペースノイドの非抑圧感情を国家の形へ変えた家だった。だが同時にその国家を最も深く食い荒らし
最後には内側から破壊したのもまたザビ家である。ザビ家の歴史とは、一つの家族が権力を握り、国を作り、戦争を始め、そして家族同士でその国を壊していく歴史だった。サイド3は UC0058 にジオンズム大君を主犯として独立し、UC0068 の大君死後にデギンソドザビが首相となり、翌 UC0069 には公国制へ移行する。ここでジオは理念の共和国からザビ家の国家へと性質を変え始めた。第1章、大君の死とザビ家の簒奪。デギンはもともと大君を支えた同志であり、副議長としてムンゾ自治共和国の権力中枢にいた。だが大君が死ぬとザビ家はその遺産を継いだというより利用した。デギンが大君亡き後の性的ジンバラル排除を息子たちに任せたとされ、ザビ家は大君死後の混乱を通じて主導権を掌握していく。国名にジオンを残したことも大君のカリスマを自分たちの統治の正当性に変換するための極めて現実的な判断だったと読める。大君急死の後、ザビ家は力ずくで国家を奪っただけではない、世論そのものを作り変えた。次男サスロザビは国民運動部部長として連邦への憎悪を植え付ける情報操作を担い、大君の死すら連邦陰謀説へ接続し、国民の悲嘆を排斥運動へ転化させた。さらにサスロ自身が大君壮烈爆破テロ事件で死亡すると、その事件までラルカ排除の材料に転じ、ザビ家はムンゾ国内を完全に掌握する。ザビ家の建国は理想の継承ではなく、理念、情報、恐怖を束ねた簒奪だった。第2章、ザビ家は一族で国家を分担していた。ザビ家が強かったのは単なる独裁者一家だったからではない。彼らはほとんど国家機構そのもののように機能していた。デギンは元首として立ち、ギレンは政治と戦略を握り、サスロは世論を操り、ゴズルは軍を束ね、キシリアは公安と情報を掌握し、ガルマは若さと人気で大衆に優しい顔を見せた。ザビ家は家族でありながら、同時に政治局、軍司令部、宣伝機関、公安組織でもあった。この構造は非常に強い。理念、軍事、治安、宣伝を血縁で握る体制は、平時には一枚岩の国家を演出できる。だが逆に言えば、その内部対立はそのまま国家の破綻に直結する。ザビ家は国家を私物化したからこそ強かったが、同時に国家と家族を切り分けられなかったために壊れやすかった。後の破局は実はこの時点ですでに構造として埋め込まれていた。第3章、なぜザビ家は急速に強くなれたのか。ザビ家の支配は暴力だけで成立したのではない。連邦政府は新規コロニー建設凍結や自治整備法案の棄却などで宇宙移民の不満を高めており、サイド3は UC0059 に経済制裁も受けている。そうした状況の中で、ザビ家は大君の反連邦思想を継承しているように見せながら、現実にはその怒りを組織化し、国家と軍備に変えた。 UC0073 にはジオン公国がモビルスーツ1号機を完成させており、戦争は突発ではなく長期準備の結果だった。その準備の中で重要だったのがドズルである。彼は実直で義兄心に富み、部下の信望も厚く、士官学校校長も務めた人物として描かれる。ザビ家の専用に反感が集まる中でも、ドズルの公正で単純な人柄は一族への印象を和らげる役割を果たした。ギレンやキシリアの冷たさだけではジオンはここまで広く支持を得られなかった。ザビ家の中で最も国家に人間味を与えた男がドズルだった。第4章、ドズル、ゼナ、ミネバ。ザビ家の中の家族、ドズルの物語が特別なのは、彼がザビ家の中では珍しく、国家より先に家族の輪郭を見せる人物だからだ。UC0077 の暁の放棄で士官学校校長だったドズルを監視した優秀な女子学生がゼナミアであり、それが2人の出会いにつながった。後年、ゼナはドズルの妻となり、ミネバの母となる。ゼナは愛娘ミネバを溺愛する夫の良き理解者となり、ガルマの同窓として彼の望みにも気を配る、家をつなぐ存在として描かれている。1年戦争末期、連邦軍の攻略が迫る危険な時期にも、ゼナと赤子のミネバはソロモンにいた。これはドズルがソロモンを最も安全だと信じていたからだ。戦場から家族を遠ざけるのではなく、自分の守る要塞の内側に置いたという事実は、ドズルという男の性格をよく表している。
彼は国家の将軍である以前に守るべき家族を抱え込む男だった。第5章1年戦争ザビ家の絶頂 UC0079 年1月3日ジオン公国は独立を宣言し同時に地球連邦へ宣戦布告した。その直後にブリティッシュ作戦ルーム戦役南極条約地球侵攻作戦が立て続けに進む。1月13日にはドズル機下の宇宙攻撃軍がサイド5へ進行し、1月15日にはルーム戦役が始まり、1月31日には南極条約が締結される。この怒涛の初動はザビ家が事前準備を整え、国家として機能していたからこそ可能だった。この時期、ザビ家の分業は戦争の中でも維持されていた。ギレンは総帥として戦争全体を指導し、ドズルは宇宙攻撃軍司令官として主力艦隊を率い、キシリアは突撃機動軍と諜報機関を握り、ガルマは地球方面軍司令として若さと華やかさを前面に出した。まさに建国期に形成されたザビ家の国家分担がそのまま戦時体制へ移行していたのである。第6章ガルマの死がザビ家崩壊の始まりだった。ザビ家に最初の決定的な亀裂を入れたのはガルマザビの死だった。ガルマは若くして養殖に就いたことを親の七光と思われるのを嫌い、自ら前線で戦って実力を示そうとしたが、最後にはシャアの復讐の餌食となったとされる。シャアはガルマをホワイトベースの進路へ誘導し、それが謀殺であることを告げた上でガウを破滅へ追い込んでいる。ガルマの死は単なる戦死ではなく、ザビ家の人気、若さ、未来性が吹き飛んだ瞬間だった。ガルマを失った後、ザビ家は露骨に降下する。人気の顔を失った一族はますます恐怖、粛清、先民思想、武断へ傾く。デギンは息子の死を悼んだが、ギレンはそれすら戦争に利用しようとする。ここでザビ家はもう同じ痛みを共有する家族ではなくなっていた。悲しみさえ政治の材料になるなら、国家はまだ持っていても家族はもう崩れていた。第7章ドズルの最後ジェナの逃避ミネバの継承 UC0079 年12月24日連邦軍はソロモン攻略戦を開始する。19時30分にドズルはビグザムで出撃し、20時40分にはソロモン放棄を決断。21時15分に戦死したビグザムはドズルが登場し、脱出する兵たちのためのおとりとなって撃破された。ドズルはザビ家の中で最も軍人らしく死んだ人物と言っていい。彼の死によってビグザム量産構想もついえ、ジオンの戦争は決定的に交代局面へ入った。ゼナはドズルに促されてソロモンを離れ、赤子だったミネバはアクシズへ逃れたとされる。ここでドズル一家の物語は終わらない。父は戦場で死に、娘はその血統ゆえに後の戦争の中心へ運ばれていく。第8章ミネバラオザビ赤子から正当性へ。ミネバは UC0079 年9月2日ドズルとジェナの一人娘として生まれた。ザビ家の中で唯一生き残った人物とされる。これが重要だ。ザビ家は一年戦争でほぼ壊滅するが、その血統による正当性だけはミネバに残った。彼女は単なる維持ではなく、ジオン最高の旗印として利用される存在になった。UC0087 ミネバはアクシズの名目上の君主として地球圏へ帰還し、グリプス戦役から第一次ネオジオン構想へ接続する政治記号となる。彼女はザビ家の正当後継者として祭り上げられ、歪んだ教育を受けていったとされる。シャアは普通の少女として育ってほしいと望んだが、摂政ハナーン・カーンと対立し、ついには替え玉まで用意される。ここに至るとミネバはもう一個人ではなく、誰がザビ家の名を使って正当性を演出するかという争いの中心そのものだった。それでもミネバは最後にザビ家の檻を少しだけ超える。 UC0096 彼女はオードリー・バーンを名乗り、ラプラスの箱をめぐるビスト財団と袖付きの交渉を止めようと奔走する。ラプラス事変を終結に導いたのがミネバによるラプラス宣言である。ドズルの娘は長く使われる象徴であり続けた末に、ようやく自分の言葉で歴史に介入したのである。第9章
最後は敵ではなく家族が家族を殺した。ザビ家の最後は敵軍の勝利というより一族の内側からの自戒だった。デギンは早期講和を望みレビルとの接触を図るが、ギレンはソーラレイを発射し父で銀ゴと敵艦隊を消滅させた。さらにキシリアはその父親殺しを知って兄ギレンを射殺し自ら全権を握る。だがそのキシリア後、最後はシャアによって射殺される。ここがザビ家氏の確信である。彼らは連邦にだけ敗れたのではない。その前に自分たち自身の中で国家の意思決定を破壊していた。父と子、兄と妹、国家理性と家族感情、理念と私物化、その矛盾が限界まで膨らみ、最後は一族が一族を撃つことで終わった。ザビ家は国家を家族から切り離せなかったから滅んだのである。終章。ザビ家の歴史を一言でまとめるなら、理想を奪った現実主義者たちがその重みに押しつぶされた歴史である。デギンは国家を持ち、ギレンは戦争を設計し、サスロは情報を操り、ドズルは軍と人望を支え、キシリアは国家の裏面を受け持ち、ダルマは大衆人気を担い、ゼナは家をつなぎ、ミネバはその残滓を未来へ運んだ。だが彼らは結局国家と家族を分けられなかった。だからザビ家はジオンを作った家であり、同時にジオンを壊した家でもあった。そしてドズルの娘ミネバが生き残ったことで、ザビ家の戦争は一年戦争で終わらず、宇宙世紀のその後へ長く尾を引いていった。チャンネル登録、高評価お願いします。